ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。今回の動画で私は皆様をプレスツアーにご案内いたします。外国のジャーナリストのためにパリで行われたイベントで、2024年パリオリンピックのレガシーをめぐるというプレスツアーです。とは言ってもそんなにかしこまらずに美味しいものがたくさん登場する動画にしました。私のこの幸運な体験を皆様と共有したいと思います。ただいま現在のパリの魅力がいっぱい詰まったツアーです。どうぞご一緒にリラックスしてお楽しみください。ツアーはここから始まります。ギャルリ・ラファイエット、パリを代表するデパートの一つです。このデパートの見どころはまず建物、クーポールと呼ばれる吹き抜けの天井が見事でしょう。ここではスカイウォークも楽しめるんです。高所恐怖症の方は無理かもしれませんね。私は逆にこういうの案外好きなんです。このデパート、創業は1893年で、このドームは1912年に完成したそうです。まさにアール・ヌーボーの建築遺産と言えると思います。さらに屋上に登りましょう。するとご覧のような眺望が開けるんです。この正面に見えている建物は何かお分かりになりますか？そうです。オペラ座です。今日はあいにくの曇り空。お天気がいいとこんな風景なんですよ。エッフェル塔も見えて、パリの風景を360度のパノラマとして楽しめる絶景スポットです。私はこのツアーの参加者の皆さんと初めてここで顔合わせをします。場所はクレアチュールというレストラン。5月から夏の間の期間限定のレストランです。エッフェル塔を間近に見ながらドリンクや食事が楽しめる贅沢なシチュエーションですよね。今回のプレスツアーにはインド、アメリカ、そしてヨーロッパ各国からジャーナリストさんたちがいらっしゃっていました。何はともあれ腹ごしらえ。このレストランはイスラエル出身のシェフが監修していて、100% ベジタリアンの地中海料理というコンセプトなのだそうです。野菜や豆、穀類が豊富でとてもヘルシー。どのお皿も美味しかったんですけれども、私特にこの赤ピーマンなどを気に入りましたね。これはさつまいもですね。フォカッチャの自家製だそうです。もちろんデザートもあります。ムーソショコラ、これはもうパリのカフェレストランの大定番ですよね。
最後はカフェで締めましょう。私たちはデパートを出て歩いてマドレーヌ駅に向かいました。ここでメトロの14番線に乗ります。オリンピック開催に向けて路線が大幅に延長されたんです。私たちの目的地サンドニ・プレイエル駅に到着しました。オリンピック選手村の最寄り駅。オリンピック開催の直前2024年6月に開業しました。パリのメトロの駅というとほとんど階段しかないっていうイメージですけど、ここは全く違いますよね。まるで空港かと思ってしまうくらいの設備と規模感。設計は日本人建築家隈研吾さんによるものです。それにしても今こんなに静かなんですけど、オリンピック期間中は相当な人出だったでしょうね。ではこの駅無駄になっているのかというと全くそんなことはないんですね。というのもこの駅には2030年くらいまでをめどにメトロの16号線、17号線、15号線が乗り入れる予定なんだそうです。そうなるとこの駅はまさにパリの北の玄関口になることでしょう。ところでサンドニという地区はパリのすぐ北側に位置していますが、経済的にはそれほど裕福とは言えず魅力的な場所とは見なされてこなかったと思います。けれどもパリオリンピックの開催を機に大規模な開発が行われたんですね。オリンピック開催のための公共投資の約8割がこのサンドニ地区に集中したそうです。ここでは公式ガイドのトリスタン・バーユさんが私たちを案内してくれました。これがサンドニプレイエル駅の外観。ここにひときわ背の高いビルがそびえています。プレイエルタワーといって1973年に完成したものだそうです。それがやはりオリンピックを機に高級ホテルに変身。プレイエルと聞いてピンときた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうなんです。フランスのピアノブランドの名前です。ショパンやドビュッシーが愛用していたピアノ。実はこの場所にはかつて世界最大級のピアノ工場があったのだそうです。1889年には年間10万台も生産していたんですって。ほどなくかつての選手村だった建物群があります。見たところ今は一っ子一人いない感じですよね。すっかり廃墟になってしまったというわけではないんです。実はもうこの数ヶ月後ぐらいには一般の人たちの入居が始まる予定と聞きました。近い将来このエリアは6000人が暮らす町になるそうです。しかも内務省の一部もここに引っ越してくると言いますから、国を挙げての
再開発だったわけですね。パリオリンピックのおかげでサンドニには5つの新しい橋も建設されました。私たちはまさにその上にいます。ここは実はセーヌに浮かぶ長い中州の島なんですね。島の周囲をぐるりと回ると14キロ。この距離はパリ市内を流れるセーヌ川の距離とほぼ同じなのだそうです。パリに何本の橋がかかっているか皆さんお分かりですか？36本。それに対してこの島にはかつては3本しか橋がなかったんですって。あの建物はかつての変電所なんですが、オリンピック期間中は世界最大級のレストランになっていた場所です。1日4万食が提供されていたんだそうです。足元にも注目とトリスタンさん。この材料、貝殻が使われているんですって。これらの新しい町の建設にあたっては5000もの技術革新が使われていたそうです。未来を見据えた町づくりが実践されているはず。さあ、これからどんな風な町になっていくんでしょうね。本格的に雨が降ってきてしまいました。私は今トロカダロ広場にいます。ここからディナーの場所へと向かいます。エッフェル塔にどんどんと近づいていって目的の場所が見えてきました。こちらです。そう、船です。この船の船長さんが迎えてくれました。船の名前はデュカス・シュー・セーヌ。アラン・デュカスさんが構想したレストラン船です。私たちの席は上の階に設けられていました。こちらがメニューですね。ニュイ・エトワレというフルコースがいただけるようです。楽しみですね。まずはアミューズブッシュ。グジェールも登場。いかにもフランスのアミューズブッシュです。お気づきになりましたか？このメニューのカバーになっているデザイン、パリの地図なんです。そうこうしているうちに音もなくスーッと船が出港していました。それにしても残念なお天気ですよね。でも思い出してみてください。パリオリンピックの開会式もまさにこんな感じでしたよね。
オリンピックのレガシーをめぐるこのツアーの演出としてこの雨も織り込み済みだったんでしょうかね。このバターには波のマークが施されています。なかなか心にくい。コースメニューの1品目が運ばれてきました。グリーンピースのプチプチっとした歯ごたえとクリーム状になったものとのバランスがなかなかいいですね。このコースメニューはワインとのマリアージュを楽しむものです。最初にシャンパンが登場して、次は白ワイン。こちらのお料理はタイのマリネ、クリスタルキャビアと繊細なジュレ。プレゼンテーションがまず美しいですよね。お味の方はと言いますと、見た目通りの爽やかさがまず心地よいです。さらにタイの程よく脂の乗ったテクスチャー、そして凝縮感のあるクリームですとかキャビアの風味がアクセントになっています。ところでこのレストラン船は 100% 電動なんです。だから音もなく、本当にスーッと水面を滑るように進んでいる感じ。今シテ島まで来ました。このチャンネルの視聴者の方にはもうおなじみの橋ポンヌフが見えてきました。お料理はすべてこの船の中で作られているんです。外から持ち込んだものを温めて出してるっていうのではないんですよ。客席のフロアの下が厨房になっていて、そこで料理人の皆さんが腕を振るっているんです。そしてノートルダム大聖堂も視界に入ってきましたね。再開されたノートルダム大聖堂の様子はすでにこのチャンネルでご紹介しました。ですが先頭部分の工事は相変わらず続いているんですよね。一体どんな風になるんでしょうね。次のお料理はクックポット。これはまさにアラン・デュカスさんが彼のレストランのシグニチャーとして提供しているお料理の一つです。数種類の季節の野菜を一つの小鍋で蒸し煮にするというお料理。季節ごとに内容が変わります。この日はセヴェンヌ産の甘い玉ねぎ、黒オリーブ、そして酵母の発酵した香りが重なり合うというとても新鮮なお料理でした。同席していた女性ジャーナリストの方が、これまるで現代版のオニオングラタンスープみたいねって言っていました。なるほど、面白い比喩だなと思いました。現代版というところがミソで、酸味が程よく感じられて、とってもヘルシー、洗練された一品ですね。船の航路は三類島を通り過ぎてしばらくしてから U ターンします。今左手に見えているのが三類島の街並みです。
橋に明かりが灯り始めました。先ほど見上げるような位置にあったノートルダム大聖堂ですが、今度は北の方から眺めています。再びのポンヌフ。明かりが灯るととても幻想的ですよね。雨が少し小降りになったのでデッキに出てみました。ポンヌフの全体がこんな風に見えています。船は芸術橋の下をくぐって進みます。晴れてよし、雨もまたよしの美しきパリ。ルーブル美術館の横、夜の散歩を楽しんでいる方がいます。左手にはオルセー美術館、エッフェル塔も見えてきました。お料理はまだ続きます。これはブルーロブスター、フェンネルが付け合わせになっています。そしてソースはビスクソースですね。このロブスターのテクスチャーがとても柔らかくてジューシー。合わせたワインはマルサネの白ワイン。アソンブレナショナル国会議事堂がトリコロールカラーでライトアップされています。この船が就航したのは確か2018年のこと。私はそれから間もなくアラン・デュカスさんにこの船の中でインタビューさせていただく機会がありました。そこで彼がおっしゃっていた言葉で印象的なものがあります。私が初めてパリに来た時、17か18歳でしたが、セーヌの岸辺を歩いていて、これこそが世界一美しいアブニューだと感動しました。セーヌ川沿いにはパリを代表するモニュメントが並んでいて、岸辺を歩けば壮大な歴史探索をしているよう。その最初の感動から40年経ってこの船が実現しました。アレクサンドル三世橋の下を船は進んで行きます。この場所は開会式だけでなくトライアスロン競技の舞台にもなりましたよね。セーヌ川は世界一美しいアベニュー。全くその通りだと思いませんか？こうして改めてエッフェル塔、
夜のエッフェル塔を見るとまるでパリの灯台のようだなと思います。さて、テーブルに戻りましょう。今度はグラスに赤ワイン、ポヤック2019年ヴィンテージが注がれました。同席していた男性のジャーナリストさんが思わずうなっていました。ワインのチョイスも素晴らしいと。私も同感です。ペアリングするお料理はと言いますと、地鶏のロースト、ジロール茸とレモンコンフィ、そこにお肉の焼き汁がソースとして加わります。食材の焼き加減、それはお料理の出来栄えを本当に大きく左右しますよね。こちらの鶏はふっくらとしていて本当にお見事です。季節のきのこ、ジロール茸がまた味に深みを与えていて、このボルドーの赤ワインとまあよく合います。ここで船長さんのお仕事は完了。船が元の位置に戻ってきました。エッフェル塔がきらめき出しました。シャンパンフラッシュって表現する方がいらっしゃいますけど、まさにこのきらめきはシャンパンのグラスの中に立ち上る黄金色の泡という感じですね。テーブルの上ではデザートの時間。ポルトワインがグラスに注がれました。そしてレストランの名物デザートの登場です。この右のデザートの形をよく見てください。お船のフォルムをしていると思いませんか？チョコレート尽くし、アーモンドのアイスクリームが添えてあります。食後のプチフールまで登場しました。夜はもうすっかり更けています。下のフロア、こちらがこのクルーズ船のメインフロアです。ほとんどのお客様がもう食事を終えられて帰られたかな。そうそう、このカーペットご覧ください。これパリの地図なんですよ。さて、このプレスツアーはまだ続きがあります。翌日の様子は次の動画でお届けいたします。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。アビアント。